アンニョン、パクンです。こちらにですね、ジュヘイさんを招待しております。ジュヘイさんはですね、もともと韓国にいて、日本で一回交換留学できて、韓国に戻って、今就職でまた日本に来られている方です。どういったストーリーがあったのかを聞いていきたいと思っております。そしたらジュヘイさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはですね、自己紹介をお願いしてもいいですか？私は3年目で東京で社会人として働いているユンと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。一番最初に日本に来たきっかけは何でしたか？最初はハロートークがきっかけで親しくなった日本人の友達に会いに来たんです。その時高校2年生だったんですけれども、パスポートもなくて海外経験ゼロの状態、アプリの友達を会いにパスポートを作って日本に来ました。その時はひらがなも全然知らなくて、こんにちはくらいしかわからなかったんですけれども、その友達が韓国語が上手だった子で、友達と毎日電話しながら夏休みにうちに来ないと誘われて、最初に日本に来たのが一番目です。高校生で海外って怖くなかったですか？怖かったというより、私はワクワクすることが大きくて、友達や家族は心配したんですけれども、詐欺だよ、100% って。100%? 空港に着いたら誘拐されるよとか言われたんですけれど、毎日電話した友達を信じてきましたね。すごい。その人はどんな人でしたか？ K-POP が好きな子で、同じ年で女の子だったんですけれども、一人で塾とかも通わなくて、YouTube とかで韓国を勉強して、韓国人みたいに韓国語がペラペラできる子で、優しくて、韓国という国を学びたいという熱が強い子でした。じゃあその時初めて日本に来て、日本に対してどういう印象を持ちましたか？高校生だったので、日本という国を接する機会がアニメとか映画とかが全部だったんですけれども、日本の映画に必ず出る夏祭りとか、そういう文化が日本に来たら映画のそのままだったので、ドラマみたいな国だという印象が強かったです。じゃあ初めて日本に来て、いい印象をたくさん持って、韓国に帰ったという。そうですね。その時に、エピソードとかありましたか？名古屋だったんですけれど、アニメグッズショップが多くて、日本がわからなくても、日本人が私の言う言葉を慎重に聞いてくれる。そんな感じ？それもちょっと印象的ですね。で、どこから日本に対して興味を持ち始めたって感じですか？日本という国を好きだったのは、友達に会う前から好きだったんですけれども、日本語を真面目に勉強してみようと思ったきっかけはその両校です。日本に対してはもともと興味があった。そうですね。韓国に帰って、そこから日本に住みたいとなったりっていうその流れが気になったんですが。旅行よりは、日本に住んだら韓国よりワクワクする機会が多くなるかなという期待があったので、ドラマみたいな国だとちょっと憧れ通り住みたいなという子供っぽいな考えが。怖いとか不安とかは全然なくて。はい。心配はされたんですけれども、怖いというよりは、早く日本に行きたいということが多かったです。それは韓国では満たされづらかったんです。日本語を使いながら住みたかったので、日本で一回住みたいな。日本であれば自分と合うかな的な。そうですね。ありがとうございます。日本に住むってなったら家族とか友達の反応、どういう反応でしたか？自分の性格的に一回やりたいなと思ったら必ずやってみる性格ということを家族も友達も知っていたので、日本に住みたいなら一回行ってみてみたいな反応でした。今は来て3年目ですよね。その間家族からはどういう？長くても2年ぐらい住んだら戻ると思ったようですよ。でも思ったより長くなってきて、いつまで日本に住みたいのみたいな。まだ呆れてないみたいな。不思議だなという反応が多いです。最初に来た時の期待値と今を比べると満足度、今の方が上がってるっていう感じですか？そうですね。私も言いながらだと不思議だなという感じですけど、交換留学生で来た時は旅行する機会がなくて、東京でちょっとずつ日本のコンビニ食べ物とかそれだけでも十分不思議で幸せだなという感じだったんですけど、社会人になってからは一人であちこち旅行もしてみたり、
り、日本人と深く親しくなる機会が多いから、新しいワクワクがあるんだという感じですね。日本に来る前では想像できなかったようなワクワクが。そうです。印象に残っているワクワクってありますか？日本は国内観光が発達している感じで、こんな田舎でも観光すること多いんだ、みたいなこと。一人で旅行しても安全な感じですね。長野とか、景色が綺麗なところ。そして山梨も東京と近くて、自然に憧れたような感じで、素敵だなというところが多い。そうですよね。新潟の名前も知らない市とかに行っても安心して回れる。韓国も治安良いと思ってるんで、韓国の日本はそうだとしても。だから他の国で見たらそんな簡単にはできないと思ってるんですよね。で、周り見てみると満足されずに帰っちゃう韓国の方もいるじゃないですか。その方との違い、どういう自分との性格とかの違いがあるんだろうなと思ってる。いろいろあると思うんですけれど、帰った友達はやりたい仕事が韓国にある。韓国でも十分キャリアアップできる仕事をしたい友達は帰ったと思います。でも私は日本で日本語を使いながら韓国と日本をつながる仕事をしたかったので、それに対する仕事での満足感が東京で働く場合にもっと大きいから、それのせいで日本でずっと残っていると思います。4番目の質問ですが、日本に住むという決定に対して、今振り返るとどう思っているのか。住んでみてよかったと思います。韓国で打つとかそういう話ではなくて、普通に韓国でも住めるけど、日本の方がもう自分と合ってたなという。そうですね。韓国では国の雰囲気だと思うんですけれども、日本より小さい頃から塾も通うし、勉強ばっかりしなければならないという圧迫とかも強かったし、暇だったらダメ。お酒飲んだらダメという。でも日本はこんな形でも熱心に生きるんだという新しい生き方を発見した感じが交換留学生の時に感じました。なるほど。韓国だと確かレースがあるから、みんな勝つためにガツガツ行くイメージありますね。韓国では競馬みたいに住んでたので、成績ばかり考えたり、一日中勉強するのがみんな当然な感じだったんですけれども、日本は部活もね、熱心にするし、いろんな形で住む人が多いので、韓国とは国の雰囲気が違うと思います。逆にその韓国のことに対して、この部分が懐かしいなとかはないですか？クパンですね。クパン。クパンというアプリがあるんですけど、日本と言ったら Amazon みたいな存在で、もちろん最近 Amazon も頼んだら、翌日にすぐ到着したりする場合も多いんですけど、韓国とクパンはそれよりももっと早くて、朝注文したら夜中ぐらいに到着したり、安くて早くて、いろいろ便利なショッピングアプリがあります。朝に注文して夜に届くという概念がもう衝撃ですよね。そうですね。他にもありそうです。そして、空約書を訪問する機会があんまりないんですね。韓国は全部ネットとかアプリとかカカオとかでできるから。仕事、半休取って行かなくても全部一気にできるし、それは便利だなと思うことがあります。話聞いて思ったのは、韓国は競争とか勝たないといけない。だからスピードとか。で、それで便利な部分がある。で、日本は違う感じの世界があるから、ゆったりしても大丈夫。ジュエさんの場合は日本の方が、合ってて。で、住むことを決めた。で、今も後悔がないみたいな。そうですね。感じですね。わかりました。ありがとうございます。というところで、こちら、ジュヘイさんを招待して、なぜ日本に来たのっていう話を聞いてみました。こちら、ジュヘイさんはですね、YouTube で東京生活をアップされているので、興味ある方、コメント欄見て、ぜひ行ってみてください。はい。以上で動画終わりにしたいと思います。パックンでした。アンニョン。